やっぱね、セッティングがね、なんか納得いかないっていうか、考え、僕、神経質だから。ということで、2ラウンドいきます。1966年製のダッチコロネット、エンジンが383、これのキャブレターセッティングをやっております。ラフアイドルなバリンバリンいうカムシャフト、やっぱりこれをどういう風に手なずけていくか。キャブレターはエーデルブロックの650のサンダーシリーズ、点火時期はマグネティックのディストリビューターで、だいたいアイドリングで点火時期が24度で2500回転のトータルで回して36度、これはちょっとそのまんまでやっていきました。結果納得いくセッティングは出ません。アイドリングの空燃費は14でとりあえず狙ってみました。まずは今ある材料でアイドリングが1300回転ぐらいでもうどうしようもないからっていうことで、オーナーさんにこれがアイドリングが落とせないかっていうところからご相談を受けて始めたんですけども、落とせば落としたでドライブ入れたらもうアイドリングギリギリで、エアコンつけようもんならもうエンストしてエアコンなんてもう使えたもんじゃありません。結果慣れてます。これをどういうふうにまとめていくかっていうのは、これまたなんでそういうふうになってしまうのか。簡単な話はアイドリングをガッと1200回転とか1300回転ぐらいまで上げてしまって、それでドライブ入れて全然止まりませんみたいに、ごまかしちゃえばごまかしちゃったで終わることなんです。そうすればもう終わりです。そこで終わりです。ただもともとのアイドリングが高いので、オーバーヒート気味にはなってくると思いますね、この時期になってきますと。要するになんで決まらないかっていう話になりますと、普通のことやってるからなんです。これ普通のことやってるからダメで、普通のことやってどういう風になるかっていうところをずっと探ってはきたんですけども、正直いいところまでは来てると思います。ただまとまんないなっていうことなんで、こういうものは普通のセッティングでは通用しないっていうことなんですね。とりあえずデスビを抜いてみまして、バラバラにしてみて、で心拍をコントロールしてみようかなっていうふうに思い始めました。改めましてワールド3315でございます。なぜデスビを抜いたかっていうところになりますと、やっぱりデスビで先ほどお伝えしましたようにタイミングのコントロール、こういうハイパフォーマンスエンジンの考え方としましては、どういうふうにしたいか、やっぱどういうふうに狙っていくかっていうようなことがやっぱ大事だと思います。考え方をちょっと変えれば大丈夫なんです。考え方っていうのは修理とチューニングの違い、あとストリートとドラッグレーシングの違い、ここのところの考え方があります。要するにその後者、これはレーシングエンジンというよりはドラッグエンジンっていうふうにちょっと考えていけば意外と簡単に解決します。ドラッグエンジンって、まずデスビをバラバラにしまして、この心拍ですね、心拍をどういうふうに持っていくか、これ面白いもので、ストリートではストリートのデスビなんかはバキューム心拍を一回止めた状態で点火時期を合わせる、バキュームを離して、あとは機械式の心拍で高回転回した時には何度になるかっていう考え方なんですけども、ドラッグはその逆です。極限までアイドリングから点火時期を上げておいて、高回転回した時にリタードですね、点火時期を遅らせて何度で上を回すかっていうような考え方になってくるんですね。ただそれをこのコロネットのエンジンで行っていいものなのか、そしたら多分それ違うと思うんですよね。
コメーターが動かなくなりました。わかんないんだけど、タコメーター動かない。昨日まではちょっとピクピク動いてたのが、もう今ダメだね。完全に動かなくなったね。なんか手帳みたいなのあったんですよ。あった。なんだろうね。何が気に入らないんだろうね。やっぱり最初からそうなんじゃないかななんては思ってたので、やっぱり自分でやりやすいやり方で手を加えて初めからやればよかったなっては後悔してます。それで点火時期ですね。点火時期の方ですと極力こういったローブセパレーションが狭いカムシャフト、これはアイドリングの段階ではある程度の深角を好みます。ですから点火時期を上げておく、そういう必要性があります。でも点火時期を上げたまんま今度メカニカルの深角が始まりますと、踏み込んだ時ですね、点火時期が早すぎてノッキングを起こす。ノッキングを起こさなかったとしても上はやっぱり思ったより回り方になったんです。ですからアイドリングの時はある程度の点火時期を合わせる、点火時期を高めておくんですね。それでクランキングの時っていうのは若干そこよりも遅くなるような感じ。そうしますとクランキングは軽く回るようになります。でエンジンの着火と始動も良くなります。そして今度上の方ドーンと回した時に何度で止めたいか、あとはまたはドカーンと踏んだ時には一瞬何度まで入れたいか、そういった感じである程度4つに可変するようなちょっとやり方ですね。こういったものを施していきたいと思います。そしてそういうふうに施した、ディストリビューターを入れてみます。そしてキャブの方ですね。キャブの方は、アイドリングでの空燃費をだいたい14対1に合わせるのではなく若干濃いめ、13.8 とか 13.7 対1をまずは狙っていきます。でそこから最終的に薄めてっていくつになるか、いくつで落ち着いてくれるかっていう話になるわけですね。あとは、アイドリングですね。ドライブ入れた時に、720回転ぐらいにはしたいと思ってます。そしてエアコンオン、これでどうにか、500回転台には入れないで620、630回転ぐらいが、そのぐらいで落ち着いてくれたらいいなっていうところを目指してやっていこうかと思ってます。極力アイドリングは低くっていきたいんですけども、やっぱりこのカムある程度は限界があります。どこまでできるかはわからないんですけども、とりあえずはちょっと取り掛かるだけ取り掛かってみたいと思います。
このところでやっぱり自分なりのですねできるかどうか、ちょっと今回はハマっちゃったかなと思いますけども、でもこれもこれで趣味みたいな感じでやってるんですごく楽しいですね。久々にちょっと焦ったなみたいな、変な汗かいたなっていうようなところがもう心地いいというかなんというか、じゃあやってやろうじゃないかみたいな感じでちょっと取り掛かっています。結果は出してみたいと思いますので、見てみてください。できるかどうかわかんないですけど。ちょっと試乗したいと思います。水温は160大丈夫ですね。じゃあ行ってみます。試乗と言いましても高速道路を乗っかってアウトバーンの風を感じるとかそういうやつでもなく全開でもないです。一番普段街乗りで使うところですね。スタートとかこうやってゆっくり走っていきまして、まず最初に1回止まります。1回止まったところのじわっと出るところが滑らかにつながるかどうか。滑らかにつながってます。そして今度はここでエアコンをつけてさらに悪条件な状態にしてみます。アイドリングは600回転です。でよく日常って言いますと、乗っていて前の信号が赤でそろそろ止まろうかなとブレーキをかけたけど、やっぱり青になってしまったからもう一回ここから出だす、こういうところがどうなのか、そういったところがきれいにつながっていれば大丈夫です。あとは普段、例えばバイパスに出ました。そこからじわーっと加速をしていきます。その時に滑らかに加速をするかどうか。この頃だとものすごい足がいいのでハンドリングもぶれないですし、すごくいい車です。これお世辞ではないんですけど、ドライブをしていて気持ちいいセッティングにはなっていると思います。でもやっぱりブレーキの効きはどうかって言いますと、不圧がないので、不圧がないわけじゃないんですけど、いいところマイナス11ぐらいしかないので、正直効きはいいとは言えません。ただ男性の足の力だったら意外と普通に乗れるのかなとは思うんですけども、やっぱりこればっかりはもうどうにもなんないところですよね。他にブレーキなんか装置をつけるとか、カムをもうちょっとオーバーラップって言いますか、カムをもうちょっとローブセパレーションの広いものにするとか、
不圧が出るような環境を作ってあげないと、おそらくこれは解消しないと思います。ただそれ以外のところは全部解消させたいと思うんですね。でホイールスピンテストとかはする必要はありません。絶対します。もう優しく車に負担をかけないように乗らないとダメですので、じわーっと乗って、ここからの加速でポーンとアクセルを離してブレーキを踏む。その時に、エンストが起きるような素振りがあってはちょっと怖いので、そういったところがもしあるようでしたら、もう一回ちょっと微調整をしなきゃいけないです。すごいパワフルで乗ってて面白いと思います。ただやっぱりね、僕の車じゃないので、いいところスロットルは踏んで半分、今は 25% ぐらいしか踏んでないです。あと、こういった交差点に入った時にパワーステアリングを使いますので、ゆっくり曲がってって、不安な感じがないかどうかっていうテストもしたいと思います。一応エアコンオンなので非常に涼しいです。でこの涼しい中でですね、やっぱりドラッグマシンみたいなカムなのにアイドリングは今600回転で落ち着いてます。でちょっと後ろ迷惑なんですけど、ゆっくり曲がってみます。ゆっくり曲がってみても全然問題ないです。いいところアクセルの回度は、スロットル回度はいいところ6% ぐらいだと思います。ただセッティングで結構バンバンやっちゃったので、ガソリンがそろそろないんですね。ちょっとこの先は給油をしてからになると思いますけども、本当にこう見通しがいいとぐーっと踏みたくなりますけど、法定速度は50キロなので、一応50キロぴったりでいきたいと思います。ぴったりです。いや全然大丈夫ですね。水温の方は、180できちんと止まってます。これウォーターバイパスの曲をしましたし、ラジエーターの方も詰まりなく容量もありましたので、全然平気だと思いますね。いやこんな暗くなってからでも結構暑いです。車内はかなり涼しいので汗一つかかないですけども。でじゃあ着いたので戻ります。